皆さんこんにちは。今回はパイプワークスというモッドについて解説していきます。このモッドではアイテムを輸送できるチューブやパイプを追加することができます。アイテムごとにチャプターを作成しているのでご活用ください。まずこのモッドを導入するとチェストやかまどに四角い穴が開くようになります。この穴を通してアイテムを輸送することができます。パイプワークスには大きく分けてパイプ系とチューブ系のアイテムがあります。パイプ系のアイテムは液体の輸送、チューブ系のアイテムはアイテムの輸送で使えます。それではパイプ系のアイテムから紹介していきます。パイプワークスは液体を輸送できますが、現在のところ水以外には対応していません。まずパイプセグメントは最も基本的なパイプで自由に曲げたり分岐させたりすることができます。基本的にはこのパイプを使ってさまざまな装置と接続します。直線部分にある小窓を確認することで青色であれば水が流れていることを確認できます。次にパンプ、インテイクモジュールは接している面の水を吸い上からパイプに流すことができます。水を流すにはモジュールをクリックしてランプを光らせてください。ファウンテンヘッドとスピゴットアウトレットはどちらも水を吐き出すことができ、吐き出す方向が上か下かで分かれています。バルブは水をせき止めることができ、レバーが垂直になっている間は水が流れません。パンプとバルブはどちらもブルーストーン信号によりオン・オフを切り替えることができます。エアタイトパイプエントリー、エグジットを使うとパイプを壁で区切ることができます。ストレート、オンリーパイプは直進のみのパイプで配管が絡まらないように区別できます。フローセンサーを使うと水が流れてる間に信号を送ることができます。デコラティブブレーキングとフルイドストレッチタンク、エンプティはどちらも機能はなく装飾などで使うことができます。パイプワークスという名前がついていますが、コミュニティでチューブワークスと言われるようにこのモッドのメインはチューブの部分です。パイプ系には未完成な部分も多いですが工業感が増すのでぜひ使ってみてください。次にチューブ系のアイテムを紹介していきます。チューブはアイテムを輸送することができ、基本的にはチェストにインジェクターを接続してチューブで他のチェストとつなぐ流れです。アイテムワイズフィルター、インジェクターはアイテムを一つずつ輸送できるブロックです。輸送するにはクリックするか信号を流す必要があります。またアイテムの輸送方法はボタンで変更することもできます。シークエンススロッツバイプライオリティだと設定したアイテムを優先的に送ることができます。シークエンススロッツバイランドムリーはランダムにアイテムを輸送できます。シークエンススロッツバイロテーションだとチェスト内の左上から順番にアイテムを輸送できます。また輸送中にチェストを開くと逆流することがあるので注意してください。次にオートクラフターではアイテムを自動クラフトすることができます。事前にレシピを登録してトグルをオンにしておくとそのアイテムを材料がある限り自動で作り続けます。またこのように組み込むことで材料供給からクラフトまでを自動化することもできます。
ワイズフィルター、インジェクターはアイテムワイズフィルター、インジェクターと似ていますが、スタック単位でアイテムを輸送することができます。アイテムワイズの方だと1つずつしか運べないため、大量に運ぶときには便利です。またリグザクとマッチ、オンにすると何個単位で輸送するかを指定することもできます。エアタイトスティールブロックエンベデッドは鉄ブロックの中にチューブを通すことができ、工場の中と外などを区別したいときに仕切りとしても使うことができます。トラッシュキャンはゴミ箱で入れたアイテムを捨てることができます。これもチューブに接続できるので、輸送途中にゴミ箱を組み込むこともできます。デプロイヤーは信号を流すことでアイテムを設置できます。目の前にすでにブロックがある場合は2ブロック先まで設置することができるので、植林場や自動種まきとして使うこともできます。またメセコンズというモッドと合わせるとより複雑な機能を作ることもできます。ディスペンサーはドロッパーと似たような装置で、ドロッパーが1つずつアイテムを出すのに対して、ディスペンサーはスタック単位でアイテムを出すことができます。ノードブレイカーを使うと目の前のブロックを破壊することができます。ブロックを破壊するにはノードブレイカーに適正ツールをセットしておく必要があります。これもチューブに接続できるので、破壊したアイテムを自動で輸送することもできます。また適正ツールをセットしていないと信号を送っても破壊できないので気をつけてください。続いてはチューブ類を説明していきます。ニューマティックチューブセグメントは基本となるチューブでアイテムを輸送することができます。また交差させることもでき、その場合は順番にアイテムが輸送されます。エアタイトパネルエンベデッドチューブはパイプ板と同じようにチューブを壁で区切ることができます。ワンウェイチューブを使うとアイテムの進行方向を一方向に指定できます。反対向きにアイテムを送ると弾き飛ばされるので、逆流して欲しくない時などに便利です。ハイプライオリティチューブセグメントではチューブが分岐している時に優先してアイテムが運ばれるようになります。バキューミックニューマティックチューブセグメントは周りにあるアイテムを回収して輸送できます。回収できる範囲は狭いですが、ホッパーなどで行っていた回収をより簡単にできるようになります。またこのチューブには上位互換もあり、アジャスタブルバキューミングチューブを使うと範囲を指定してアイテムを回収できます。広範囲で回収することも可能ですが、広げすぎると重くなる可能性があるので注意してください。クロッシングニューマティックチューブセグメントはパイプが交差している場合に直進方向のみでアイテムを輸送できるようになります。アクセレレイティングニューマティックチューブセグメントは基礎であるニューマティックチューブセグメントの上位互換で高速輸送できるようになります。コンダクティングニューマティックチューブセグメントはアイテム輸送機能に加えて信号を送ることもできます。輸送機能と信号は独立しているので、回路の中にチューブを組み込みたいときに活用できます。ディテクティングニューマティックチューブセグメントはチューブにアイテムが流れてくると信号を送ることができます。送られるのはパルス信号のためライトやコマンドブロック
クなどは2回に1回作動するようになっています。ソーティングニューマティックチューブセグメントはアイテムごとに色分けして輸送先を指定することができます。例えば赤にルビーを設定すると、他の色から運ばれてきたルビーは赤の方向のチューブへ輸送されます。それぞれの色の横のトグルをオフにすると、アイテムがその方向には輸送されないようになります。また、もし指定されていないアイテムがチューブに入ってきた場合、何も指定していない色の方向へアイテムを輸送します。この機能を使うことで、採掘したアイテムから鉱石だけを分別して、石などは捨てるようなフィルターも作成できます。一方、タブソーティングニューマティックチューブセグメントはアイテムではなくタブで方向を指定できます。タブの設定はインジェクターで行うことができ、例えばインジェクターに8設定すると、そのインジェクターから輸送されるアイテムはすべて A を設定した色の方向へ輸送されます。また、タブのつけていないアイテムはノーンと設定することで、その色へ優先的に輸送されます。また、複数のタグを1つの方向へ輸送したい場合は間まで区切ってください。テレポーティングニューマティックチューブセグメントはチューブ間でアイテムをテレポートさせることができます。また、距離の制限はなく自分専用に設定できます。2つのチェストにチューブをセットし、チャンネルに同じ名前を付けます。そうすると同じ名前のチューブ同士でアイテムを輸送することができます。同じ名前のチューブが複数ある場合は、その中からランダムなチューブにアイテムが輸送されます。自分専用のチャンネルを設定したいときは、アカウント名、チャンネル名にすることで、自分だけが送受信できるプライベートチャンネルを作れます。他の人の名前でアクセスしようとしてもできないように設定されています。一方で、寄付などの目的で他の人に送ることだけしたい場合は、送りたい人の名前、チャンネル名にしてトグルをオフにして送るだけに設定すると、プライベートでアイテムを送ることだけできるようになります。なお、相手が受け取る設定をしていないとアイテムは弾かれてしまいます。次に実際の活用例を紹介していきます。1つ目が仕分け装置です。ソートチューブとテレポートチューブを使うことで簡単に仕分け装置を作ることができます。ラージチェストはパイプワークスに対応していないので、普通の大きさのチェストを横につなげて対応させています。2つ目は簡易的な販売機です。チェストに指定の金額を入れるとアイテムが横から出てくる仕組みです。スタックインジェクターでスタック数を指定することで、決められた数のアイテムが入った時だけ報酬を得られるようにしています。お金は後ろのチェストに入れられ、信号を送るチューブを使ってドロッパーを動かしています。文字が書かれた本を売りたいときや交換ショップのないサーバーなどで活用できます。3つ目は自動農作業装置です。小麦
が最大まで育つと刈り取られ、小麦と種に分けられる仕組みです。それと同時に種も自動で植えられます。メセコンズの濃度ディテクターを使うことで、小麦が最大に育ったことを検知します。信号を受け取ったノードブレイカーが小麦を刈り取ります。小麦を刈り取れるツールがわからなかったので、今回はアドミントゥールを使っていますが、刈り取れるツールがわかる人がいればコメントで教えてくれると助かります。下の部分では少し遅延をさせた後デプロイヤーを使って種を植え直しています。デプロイヤーの種は自動で補給しますが、前のデプロイヤーから順番に補給されるため、アイテムを最大スタック入れておかないと次のデプロイヤーが補充されません。そのため種が1スタックでも足りるように他のマスには関係のないアイテムを入れています。いかがだったでしょうか。カイクワークスはさまざまな装置に使うことができ、サバイバルをより楽しめるモッドです。現在レシピで作れないアイテムもありますが、より大規模なサバイバルを楽しみたい人はぜひ導入してみてください。海サバにも9月以降にカイクワークスを導入決定。